ここは時空ガラス博物館第3展示エリア。ガラスの向こうでは奈良時代から平安時代の日本を生中継しています。ごゆっくりお楽しみください。710年、唐の都長安をモデルに新しい都が作られました。平城京です。東西約 4.3 キロ、南北約 4.8 キロ、中央を貫く朱雀大路の幅は約70メートル。これはサッカーグラウンドの横幅とほぼ同じ。人口は5万から10万人に達したとされています。奈良時代の始まりです。この都を動かしていたのは大法律令という法律の体系です。全国を国、郡、里に分け、役人が法に従って政治を行う。天皇を頂点に法律で国を治める仕組みです。これを律令国家と言います。その律令体制がここで本格的に運用されていました。国を動かすには多くの米や物資、人々の働く力が必要です。人々は田んぼで採れた米を納め、地元の布や特産物を都へ届け、さらに自分の体で働く労役まで課されました。この税の仕組みを租用徴贈用と言います。国の仕組みは整いましたが、その負担に耐えきれず、田んぼを捨てて逃げ出す農民が出始めていました。農民が逃げれば田んぼは荒れ、税も集まらなくなる。加えて農地不足にも見舞われ困った朝廷は743年、墾田永年私財法を出しました。これにより新しく開墾した土地は永久に自分のものにできるようになりました。しかしこの法律を使って大量の土地を手に入れたのは農民ではなく、多くの人手と力を持つ貴族や寺院でした。この私有地が荘園です。大化の改新で打ち出された公地公民、つまりすべての土地は国のものという原則がわずか100年で揺らぎ始めました。国家が農地の開墾を促したことで、貴族や寺院が多くの私有地を持つようになったのです。しかしこの時代、朝廷はそれどころではない問題に直面していました。8世紀の半ば、天然痘と見られる疫病が日本中に広がりました。朝廷の中心にいた藤原4兄弟も全員がこの疫病で命を落とします。政治の中枢が空白になったことで権力争いが起き、九州では貴族が反乱を起こしました。聖武天皇は仏教の力で国を守ろうとしました。仏に祈ることで疫病や災いを鎮める。この考え方を鎮護国家と言います。聖武天皇は全国に国分寺と国分尼寺を建てるよう命じました。男性の僧が祈る寺と女性の尼が祈る寺、その両方を国ごとに置き、日本全体を仏の力で守ろうとしたのです。そしてその中心として都に建てられるのが東大寺。ここに高さ約15メートルの盧舎那仏、大仏が作られます。使われた銅は約500トン、金は400キロ以上。現代でも簡単には集められない量です。この大事業を支えたのが僧行基です。行基は各地で橋や用水路を作りながら民衆に仏教を広めていた人物でした。朝廷はかつてその活動を禁じていましたが、大仏を作るにはどうしても民衆の力が必要であるため、行基に協力を求めたのです。行基と彼を慕う人々の力がこの大きな仕事を支えたのです。752年、大仏の開眼供養が行われました。大仏の目に瞳を描き入れ、魂を吹き込む儀式です。
その筆を持ったのははるばるインドから来た僧でした。集まった僧侶たちは1万人を超えたとされています。この壮大な仏教文化を支えたのは、命がけで海を渡った人々の存在でした。遣唐使、中国の唐に渡り進んだ文化や制度を学ぶために朝廷が送った使節団です。しかしこの航海は命がけでした。4隻1組で出発していましたが、遭難や座礁することも珍しくありませんでした。たどり着いた先は唐の都長安。人口はおよそ100万人。当時世界最大級の都市です。シルクロードを通じてペルシャやインドからも人と物が集まり、日本の留学生たちはここで最先端の学問や制度を学びました。留学生の中には唐に残り高官にまで上り詰めた者もいました。安倍の仲間のです。唐の皇帝に仕えながら故郷への望郷の念を歌に詠みました。結局日本に帰ることはかなわず、唐の地で生涯を終えています。その一方で唐から日本へ渡ろうとした僧がいました。唐の高僧鑑真。日本から来た留学僧たちにどうか日本に来てほしいと頼まれ、渡航を決意しました。しかし嵐や鑑真を引き止めようとする人々の妨害、漂流、5回挑んで5回とも失敗します。その苦難の中で鑑真は視力を失いました。それでも6度目の航海に臨みます。753年、鑑真はついに日本に到着しました。鑑真は僧侶になるための正式な儀式の制度を日本で整えました。この儀式を受戒と言います。引退していた聖武上皇自らも鑑真の下でその受戒を受けています。さらに薬草の知識ももたらし、東照大寺を開きました。最初の渡航の決意から12年、その執念が日本の仏教を変えたのです。当時唐を経由して日本に届いた品々が奈良の正倉院に今も残っています。ペルシャのガラス器、インドの香料、聖域の模様が描かれた楽器、奈良で花開いたこうした国際色豊かな文化を天平文化と言います。この時代の奈良は私たちが思っている以上に国際的な場所だったのです。天武天皇の頃から進められていた歴史を書き残す仕事が712年の古事記、720年の日本書紀という2つの書物となって実を結びます。さらに後に完成することになる万葉集には、天皇から九州を守る兵士先盛までさまざまな身分の人々の歌が収められています。国の物語と人々の声が書物としてまとめられた時代です。さらに朝廷は各地に自分の国のことを調べて報告しなさいと命じました。地名の由来や産物、そして土地に伝わる不思議な言い伝え、これが各国で編まれた不読記です。例えば出雲の国不読記には、八つか水おみつののみことという神が綱で土地を引っ張ってきたという国引き神話が記されています。しかし平城京が都であった時代は長くは続きませんでした。784年、桓武天皇は平城京から新しい都長岡京へ移ることを決めます。奈良の大きな寺院が政治に口を出すようになっていたこと、皇室の系統が天武天皇の子孫から天智天皇の子孫に移ったことなどがその理由です。しかし長岡京でも政変や怨霊に悩まされたことから、わずか10年で再び遷都。この新しい都が平安京、今の京都です。都の正門として建てられたのが太政門。
小説羅生門の元になったあの門です。ここから約400年続く平安時代が始まります。この時代、2人の僧が唐から新しい仏教を持ち帰ります。最澄の天台宗と空海の真言宗です。最澄は比叡山、空海は高野山を拠点に新しい教えを広めました。従来の仏教で重んじられた学問研究に加え、山での修行や新しい祈りの作法を重視する仏教、それが日本の仏教の新しい流れになっていきます。やがて朝廷で最も力を持ったのが藤原氏、中でも藤原の北家です。まず自分の娘を天皇の妻にする。そこに生まれた子を次の天皇にする。そうすれば自分は天皇の母方の祖父となり、強い立場を築くことができました。そして幼い天皇の代理である摂政や成人した天皇の補佐役である関白の地位を独占したのです。この仕組みを摂関政治と言います。藤原道長がこの世の栄華を極め、こう読んだと伝わります。この世をば我が世とぞ思う。望月のかけたることもなしと思えば。この世は自分の世、満月にかけるところなどないと。さらに摂関政治の舞台となった宮廷で新しい文化が花開いていました。894年、学問の神様としても知られる菅原道真が遣唐使の中止を進言します。唐の衰退もあり、民間レベルでの交流は続くものの、唐との公式な交流は途絶えます。これが日本独自の文化が育つのを後押ししました。漢字を崩した文字が生まれます。ひらがなです。日本語の音や感情を漢文風に書き換えることなく記すことができました。公文書ではなお漢文や漢字が用いられたのに対し、ひらがなは和歌、手紙、物語、文学などで日本語らしい表現を書くのに用いられました。日本の表現を大きく変える転換だったのです。こうしたひらがなで書かれた文学の発達の中で生まれたのが紫式部の源氏物語です。光源氏の恋と人生を描いた全54条。宮廷の華やかさの裏で揺れる嫉妬や孤独まで描き切ったこの物語は、世界最古の長編小説の一つとも言われています。なお、館内での撮影は節度をもってお願いいたします。一方、清少納言の枕草子は日本で最初の随筆とも言われています。随筆とは日々の出来事や感じたことを自由に書いたもの。春はあけぼの。春はやっぱり明け方がいいという一言から始まるこの作品は、季節の美しさや宮廷の日常を鮮やかに切り取っています。貴族たちにとって和歌は教養であり、恋の手段でもありました。好きな相手に気持ちを直接伝えるのではなく、五七五七七のたった31文字に託して届ける。紀貫之らが編んだ古今和歌集は日本初の直線和歌集、つまり天皇の命令で作られた歌集です。貴族の女性が身にまとった十二一重。何枚もの衣を重ね、袖口や裾から覗く色の組み合わせで季節を表現しました。例えば春なら桜を思わせる色の組み合わせを用いた桜重ね。その選び方一つで着る人のセンスや教養が分かってしまう。平安の宮廷では服そのものが言葉だったのです。花見、月見、
七夕。貴族たちは季節の移ろいを行事として楽しみ、その美しさを歌にして残しました。政治的な駆け引きや対立の絶えない宮廷で、自然をめでその美しさを表現することは貴族たちにとって大切な教養でした。一方その頃、ヨーロッパではキリスト教の聖地を取り戻すため、大軍が中東へ遠征を繰り返していました。十字軍です。月を見て歌を詠む国と聖地をめぐって戦う国々、同じ時代に全く違う世界が動いていたのです。しかしこの華やかさの裏には不安もありました。仏教では釈迦の死後、時が経つにつれてその教えが衰え、やがて世の中が乱れる末法の時代が来ると考えられていました。日本では平安後期、ちょうどその時代に入ったと意識され、災害や疫病、飢饉、社会の乱れも重なって人々の不安は一層強まります。そこで阿弥陀仏に救いを求め、死後は極楽浄土に生まれ変わりたいと願う浄土信仰が広がっていきました。その祈りが形になったのが宇治の平等院鳳凰堂です。池の向こうに浮かぶ左右対称の建物は極楽浄土をこの世に移そうとしたもの。その数十年後、東南アジアのカンボジアではヒンドゥー教の神ビシュヌ神のために巨大な石の寺院が作られていました。アンコールワットです。木と金箔で祈りを形にした日本、石で神殿を築いたカンボジア。信じるものは違っても祈りが壮大な建築を生んだのは同じでした。東北平泉の中尊寺金色堂、奥州藤原氏が建立した黄金のお堂です。堂の内外が金箔で覆われ、螺鈿や象牙の装飾が施されています。都から遠く離れた東北にもこのような独自の仏教文化が花開いていました。しかしこの華やかな貴族の世界の外で新たな力を持つ者たちが現れ始めていました。平安時代の後半、都で貴族たちの文化が花開く中、地方では別の動きが起きていました。自分の土地を守るために武器を取った豪族や農民、武芸を仕事にする身分の低い役人などが新たな身分を形作っていったのです。馬に乗り弓を引き仲間を集めて戦う。やがて彼らは武士と呼ばれるようになります。この時はまだ都の貴族たちは武士を自分たちに仕える武力集団程度にしか考えていませんでした。しかしやがてこの武士たちが貴族に代わって国を動かし始めます。その物語は次の展示エリアで。最後までご視聴ありがとうございました。今回は奈良時代から平安時代をお届けしました。この博物館を気に入られたら、ぜひいいねとチャンネル登録、ハイプをお願いします。皆さんの応援が本当に励みになっています。次回もどうぞお楽しみに。また会いましょう。バイバイ。ちはやぶる神よも聞かず竜田川